何をしてるかという話なんですけど、スト6が6月2日に出るということで、ね、そうですよ。でみんなスタートダッシュ頑張ろうと思ってる人いると思うんですよ。でスタートダッシュって何なのかっていうので、出てからやろうみたいな感じの人いるかもしれないじゃないですか。プロはもうこの段階で終わらせます。終わらせますスタートだ。スタートダッシュをやっただけでゲームをやれるとすごい早いんですよ、判断だけ。調べるんじゃなくて、この技ってこれとこれどっちかな、どっちかだよねって思って、こう実際にやってみたら、あ、こうだったみたいな感じになるんで、そういうのを、ね、結構増やせるといいのかなみたいな風に思ってて、ドライブシステム、まあ今回このドライブシステムが皆さん、はい、相当初心者が楽しくできて、初心者がつまんなくなる技です。これを使わないと絶対にこのゲームつまんないになります。もうそういう技ですよ。使わないとつまんこない。んにちはです、これ完全に。これ理由はガードしてるだけだと一方的にこれで積んじゃう。一方的に積んじゃう。だからもうなんかガードクラッシュするんです、バーンっつって。で当然そのモード、そのやってる最中はアーマーついてるんで、殴ってももうスーパーアーマーで突っ込んでくる。アビゲイルのナイトロで走ってくるじゃないですか、はい、あれみたいなでバーンってやってくるんですけど、はい、ガードして有利みたいなんですよ、それを回避方法が何なのかっていうのを考えていくわけです。そう、まあ、イメージはこうとことこ寄ってってバコーンってぶん殴ってくるんですけど、とことこ殴ってる最中もアーマー持ってるんで、その普通の攻撃じゃダメだよ。ただ画面端側するともうコンボされちゃいます。壁にバーンと張り付いて好きなコンボやってくださいみたいなモードになるんです。だから画面端でドライブこのあれ対応できないと、まあ普通に罪、もう一生殴れる。でボタンレッドバーンってやってもアーマーなんで取られてバーンって一生やられて終わるんです。だからやばそうじゃないですか。めちゃめちゃやばそうですね。これ今の攻めの話で言ったんですよ。攻めの話で言うとすごい強そうじゃないですか。ただ、じゃあどうやって返すのかっつったら、これを押すんですよ。はい、相手がドライブインパクトしてきたら、ドライブインパクトで返すと、もうなんかフルコン入れられるみたいな。逆にそうだ、ドライブインパクトって対応しないとめちゃくちゃ強いんですけど、ドライブインパクトで返せるよっていう、その明確な答えを、ね、用意してる。だからドライブインパクトを押し合いになるんですよね。だからその、まあ、スト5でいうと、まあ、やっぱジャンプ強いからジャンプしてください、対空出るようになったシルバーとかゴールドからはジャンプを抑えましょうってあるじゃないですか。これ絶対にブロンズ帯とかゲーム出た時はドライブインパクトゲージで、ゲームちょっと得意なやつは、ね、これ見てから返せるよって返して勝つ。だジャンプスト5でいうところのジャンプみたいなのそのチェックされますね。だ俺も今後スト6の事後研でドライブインパクト1万回言いますその未来は確定してます。そう、何回も言う。無知対その知識がある人がやった時にこれはものすごい差を生んじゃう、正直。だってドライブインパクトだけで積んじゃうんですよ。そう、まあ多分ね、これがその人口を増やすし減らすシステム。まあ強力、圧倒的にこれを理解できてなかったらもうオアです。後出しが勝つって気づけそうだ。ドライブインパクトを連打してくるやつにはドライブインパクトを見てから押しましょう。ただ格闘ゲームね、最初に見てから押しましょうって楽しい要素だけど難しい要素ですよね。ああ、ドライブインパクト対策モード、もうそんなのあるんですよね。どういうことですか？俺はトレモにドライブインパクト対策モードがあるんです。だからもうカプコンも分かって作ってるんですよ、これがどんだけこれでつまんねえっていう人がいるか。ただこれで楽しいっていう人もいるのも分かってるんですよ。だから相当ね、ピリリと効いたシステムだなって俺はまあこうパッとの印象ですよね。ただ、はい、ここで話すのはドライブインパクトで返そうって話じゃないですか。他の返し方もあるんでねえのっていう話です。無敵技とかになる。そう。ただこのゲーム無敵技もあれ使うんですよ。 EX ゲージなんで。なるほど。ドライブゲージ使うんですよ。ドライブ、EX 技もドライブゲージです。ドライブインパクトも
EX 必殺技もドライブゲージ。そうなんですか。ドライブゲージがもうなんかね、いろんな行動を使うものなんですよ。攻守で使うんですよ。なくなると超やばくなるし、その、それを使ってその強い攻撃を打っていくっていうのがドライブゲージ、ドライブシステムなんですよ。そうなんですよ。でこれ CA とかで返せるんですよ。SA かスーパーアーツで、スーパーアーツゲージは違うんですよ。だからもし画面端で追い込まれてドライブゲージがないときは SA ゲージで返すっていうのが多分なる行動なんですよね。ワンボタンって簡単じゃないですか。ドライブインパクト来てドライブインパクトで返すのって簡単なんですよ。ボタン一つだから。けどドライブインパクト見てから波動拳2回回してパンチをするのって超むずいじゃないですか。そこでね、モダンがやっぱ強くなっちゃうんですよ。モダンはワンボタンで CA がね、全然違いますね。そうクラシックは来たってやらないといけないのにポンツっていけるんで、そこがモダンのかなり価値なんですよね。でさっきコメントあったんですが 0.8 ダメージ下がる。要するに、攻撃力は下がっちゃうんだけど、クラシックとモダンでモダンはもう倍率的に攻撃力下がっちゃうらしいです。10%減、なんだけどそういう部分とっさのなんかの選択肢の時にこうできるっていうのはモダンの強みである。だからこのドライブインパクトとかドライブゲージ周りのがやばいとモダンの価値上がってくるんじゃないかなと思う。そういうとっさにこう切り返すのが、どんだけ大事かっていうのがその問われるんで、ドライブパリスト4でいうとセービングみたいな、相手の攻撃を自動でガードしてくれる防御手段。ガードした時にドライブゲージを回復する。攻撃をタイミングよく受け止めると相手の動きを止める。ジャストパリが発生し、スロー演習なり反撃に向き有効な時間が増加すると。でなんかこれが最初出た時に、これで飛び道具終わったじゃんってなったんですよ。飛び道具打つと相手に黒字になるったらやばいじゃないですか。ゲージ使うから。そうだからゲージ使うからけどゲージ回復するって言うじゃないですか。で使う量と回復する量のバランスの話ですよね。回復する量が多ければ、やった方がいいです。そうやった方がいいんですよ。だから現状はその弾が強いらしいです。どうやらこのゲームだからパリは言うほどここがね本当に難しいシステムなんですよ。これね超危険システムです。あと危険システムまずやばいのがジャストパリとか、その弾を見てから取るとか、こういうのって年数で強くなるんですよ。で格ゲーって年数で強くなるものってあるんですよ。最初はできないから強くないんですよ。そう中足確認も練習したらできるようになって強くなるじゃないですか。中足自体の強さって1年目と今の7年目で全然強さ違うんですよ。でこれももろそれで、なんかねメーカーのすごい大変なのってそれ分かっててどう設定するかなんですよね。でこれって未来やばいじゃんって。だから未来やばくしないようにあんま強くなく設定すると弱くなっちゃうんですよ。V シフトも結構そうなんですよ。むずいんですよね。強くすると後々けど狩るのが上手くなったりとかいろいろ変わってくるんですよ、どんどん。これはすごいね今試行錯誤ずっとしてるんじゃないのかなという。そのジャストパリーもどんだけ猶予があるのかいや分かんないですけど、例えばセスのブロッキングって弱攻撃ブロッキング取ってもしゃがみダイパーとか入るんですよ。バーンっつってめちゃくちゃやばいんですよ。そういう風になっちゃったらどうなんのって。で有利フレーム取りました、よっしゃじゃあ攻撃打ちます、ジャストパリされます、いきなりなんかそれとリスク低い技打ったのにフルコンされたりするんですよ。超痛いコンボ食らう可能性があるのはこれなんですよ。無敵そうっすね、無敵に近いんですけど投げに負けるっていう。でしかも投げがなんか 1.5 倍とか2倍ぐらい減るんですよ。これやるとですか。そうこの最中は投げめっちゃ痛いよ状態なんです。だから一応すくみになってるんですよね。打撃に対してはパリするといいですよって。でパリ読んだら投げてくださいみたいな一応感じのなんかシステムっぽいんですよね。ただここはもう本当にその変わってくる、ね、時代で変わってくるものなんでビビっとく必要はあるなと。まだね全然わかんないです。それもやっぱりジャストパリは毎回出るかわかんないですが、パリ直後に攻撃してるとジャストパリ時のみ攻撃発生されるしこがなるほどね。演出が入るから演出の時だけ出る技がある。だから玉王に対して例えば
ジャストパリアローみたいな突進技打ってたらジャストパリ成功した時だけアローが出て確定取れると、そういうようなシステムがもう多分もうベータのところでやってるって。基本的にこのスロー演習なり反撃向け有利な時間が増加するっていう文言あるじゃないですか。この文言大体もう悪さできると思った方がいいです。スロー演出、スロー演出は要するに状況が普段と違うんですよ、ってことはなんか仕込めたりするんですよ、状況が変わるから。スロー演出っていう言葉を見たら注目しろっていう。そう要するに暗転とか言われるんですけど、スト5と暗転とか、要するに時間が止まる時って悪さができるんですよ。例えばスト5でいうとフォアザ打って打撃打って打撃の次に投げって押すんですよ。でそうすると V リバ来た時だけ投げれるんですよ。システムとしては何なのかって言ったらタッチパン打って肘打つんですよ。で普通は肘出るじゃないですか。タッチパンに V リバ出ると暗転するんですよ。肘が出ないんですよ。時間が止まるから。先行入力で肘打ってて肘が出ないんですよ。悪さです。で次何を押してるのって投げを押してるじゃないですか。投げ出るんですよ。でタッチパン肘投げって入れるとそういう風になるんです。だから暗転っていうのは基本的に悪さができる。じゃあプロはこういうところを悪さポイントだなと思って。だからタッチパン肘投げるのに対してタッチパンに遅らせて V レバー打つんですよ。わざわざ最速じゃなくて。そうすると肘が出てくれるんで大丈夫みたいな感じで、そういうね、なんかこう、そこら辺はちょっとマニアックなんですけど、このスロー演出とか、だからね、時間が止まるものはもう時間が変わるものは大体もう仕込めるかもと思ってみんな結構調べるポイントです。オーバードライブ。これは EX 技ですね。要するに EX 技になんか2本使うの今までの話だとすげえもったいない感じがしますけどね。ドライブとパリーがこれ2個分の価値あるかな。ただドライブゲージっていうのは時間で回復していくんですよ、で5個からスタートしてるじゃないですか。でも自己系見てる人分かる通りマックス弱いよね。だからやっぱ開幕使うのありなんじゃないかなと思うんですよ。3班にしてでそこからもりもり増やすといいっていう。ただ俺このシステムは EX ゲージでそんな強い技がないんじゃないか予想してます。もしくは EX ゲージは強いキャラが単純にめちゃくちゃ強い。能動的に吐けるから。いやまず開幕5本あるからです。例えばこれがスト5だとして開幕ゲージが3つある状態から始まりますってなった時に EX ゾーン開幕3発打たれるんですよ。で次のラウンドも打たれるじゃないですか。それってないんですよ。おそらくそんな強い技があったら、開幕に制圧する EX 必殺技はないと思ってる。これは妄想ですね。だからいや逆に言うとそういう技があるキャラは強いと思うんです。EX ゲージが強いキャラはかなり強さに直結する可能性がある。ゆえにそんなに強くないんじゃないかなと思って。けどなんかそれ運営がわざとキャラ強くしたりするんですよ。でその時のすげえ簡単な要素が多分 EX ゲージ強くするんですよ。それやってたんですけど一応このゲームのシステムがあって 0.1 ゲージあったらこれ使えますよ。 2ゲージ使えますよ。5本あるじゃないですか。で4本使って4本の 9.9 使うんですよ。残り1ドットしかないっていう状態。要するに自動で回復するんでこのゲームゲージだから1本 1.1 になった瞬間1使った時に 0.1 残るじゃないですか、それでオーバーEX 技使うと普通に打てるんですよ。じゃあ 1.9 分得するってそうなんですよ。だ最後のコンボとかはこれで結構伸ばせるんですよ。ゲージが2本ないんだけどオーバーバーンアウトしちゃうんだけど別に倒しきっちゃったら問題ないじゃないですか。だから結果的に5本のゲームなんだけど、7本になったりするんですよ実質。 0.1 で使えば7本じゃないですか。でそこでバーンアウトってどっちの方が強くなるのかなっていうのを俺考えてます。要するに5本を使った時のバーンアウトはさすがにバーンアウトの方が弱いかもしれないですけど7本でバーンアウトする場合はどっちが強いかって変わってくると思うんです。そういう考察をするんですね。そう、ドライブゲージ6個じゃない。ドライブゲージは6本ある。じゃあ8本か。ドライブゲージは6本あるのか。一番最初っす。ドライブゲージ6本でしょ。ありがとうございます。